Mr. Japanese Channel。 こんにちは。私はみつきです。日本語を学び始めたばかりですごくワクワクしています。こんにちは、みつき。私はけんぞうです。日本の文化を一緒に探求しましょよう、私はあきだよ。日本のリアルな一面を見せるよ。お二人ともよろしくお願いします。最初に何を教えてくれますか？う。まず、旅の始まりを感じるために、基本の挨拶から始めましょうか。でも、スラングも大事だよね。若者は、おっすっていうこともあるよ。なるほど、面白い。おっすって使ってみたいです。いいね。じゃあ次に文化についても少し話してみよ例えば、日本ではなぜお辞儀が重要なのか知ってる？気になります。教えてください。う。お辞儀は敬意を示す方法だからね。そうそう。でも、友達同士ではハイタッチもするよ。どちらも覚えておきます。冒険の始まりですね。よし、一緒に楽しも健三さん、腹八分って何ですか？う。いい質問だね。腹八分は 80% ぐらいで食事を止めることだよ。それって健康的っぽいね。どうしてそんなことするの？体に優しいし、長生きにもつながるって言われてるんだ。面白い。どうやって実践するの？ゆっくり食べて、満腹になる前にやめるんだよ。でも、美味しいものだと難しいよね。確かに、お寿司を止めるのは大変そう。そうだね。でも少しずつ慣れてくるよ。時にも日本の健康的な習慣ってある？あるよ。例えば、季節の食材を食べることかな。なるほど、面白いですね。勉強になります。次はもっとスラングを教えてあげるね。じゃあみつき、忙しい時はどうやって健康を保ってるの？私は果物をたくさん食べます。糖分は控えめにしてますよ。いいね。具体的にはどうしてるの？朝はスムージーを作って砂糖を入れずに自然の甘さを楽しんでます。スムージーは何が入ってるの？バナナとベリー、そして少しのほうれん草です。栄養バランスも考えてるんだね。運動はどう？短いヨガを毎朝やってます。気持ちがリフレッシュしますよ。それはクールだね。私も始めるかな。ぜひ、みつきのやり方、参考になるね。ありがとう。続けるのが大事ですね。みつき、都会でのライフスタイルってどう思う？動的ってこと？そう。毎日のウォーキングとか階段を使うとか。階段を使うのはいい運動になるね。エスカレーターより健康的？間違いないね。ちょっとした運動にもなるし。そうそう、自然とカロリーを消費できるよ。じゃあ、毎日階段を使ってみる。その息、都会人の仲間入りだね。やってみます。楽しみ。続けることが大事だからね。みつき、他にもやってみたいことある？もっとウォーキングを増やしたいです。公園を歩くのもいいね。リフレッシュできるよ。それなら、いい景色も見つけられるしね。ぜひ試してみます。日本の食生活ってミニマリズムに影響されてるんですか？そうだね。シンプルな食材を大切にする文化があるよ。例えば、
旬の食材を使って少ない調味料で味わうとか？面白い。もっと知りたいです。一汁三菜って知ってる？バランスの取れた食事のことだよ。でも、ファストフードも増えてきてるからね。そうなんだ。でも、健康的な方がいいかも。少しずつ取り入れてみてね。みつき、自分の食事にも取り入れてみたら？いいですね。やってみます。お腹空いてきたね。外食しようか？いいですね。どこに行きますか？和食の店はどう？健康的な選択ができるよ。どんなメニューがあるの？定食とか寿司もあるよ。寿司はヘルシーだけど、量に気をつけないとね。そう、腹八分を忘れずに。クイズしながら食べるのも楽しそう。いいね。どの寿司が一番健康的か当ててみよ面白い。みんなで楽しめるね。う。よし、挑戦してみます。いいね。挑戦してみよう。健三さん、あなたの健康チャレンジは何ですか？毎日ランニングを続けることかな。すごい。成果はどうですか？体力が上がって気分も良くなるよ。それはいいね。私もヨガを始めようかな。みんなで健康になりましょう。お互いに励まし合おう。じゃあ次はヘルシースナックパーティーでもする？いいですね。楽しみです。キャリアス。みつき、日常に健康的な習慣をどう取り入れてる？簡単なことから始めてます。例えば、毎朝起きたら水を一杯飲むとか。それはいいね。水分補給は大切だよ。あとは、デスクでストレッチするとか？仕事の合間にやってます。リフレッシュできるよ。小さなことでも続けると効果があるよね。じゃあ次はオフィスでヨガしちゃう？やってみたい。楽しそう。いいね。みんなで健康を意識しよう。もっとアイデアがあったら教えてください。キャビアス。もっとアイデアがあったら教えてください。視聴者からの質問を一緒に考えてみようか。いいね。なぜ日本人は早起きが多いのって質問があるよ。そんなに早起きなんですか？そうだね。朝の時間を有効に使いたいからね。あと、朝のコーヒー時間も重要だよね。コーヒータイム、いいですね。他には？見られた質問に、どうして日本人は散歩が好きなの？もあった。散歩はリラックスできるし、景色も楽しめるからね。なるほど。私も試してみます。ぜひ、健康的な習慣を一緒に続けよう。じゃあ、次はウォーキングイベントでも企画する？いいですね。楽しそう。そうだね。みんなで健康的なライフスタイルを続けよう。いつも一緒に頑張れる仲間がいるといいですね。小さな一歩が大きな変化を生むからね。次回はもっとクールな健康法を見つけよう。どんなテーマが待ってるんですか？次回は見本のリラックス法を探求しよう。温泉とかヨガもいいよね。楽しみです。次回も一緒に学びましょう。ではまた次回お会いしましょう。みんなでワクワクの旅を続けよう。